そうです。今日なんですけども、間もなくですね、上映されるワイルドスピードの最新作、ファースト&フュリアスシリーズの最新作が間もなく上映されるということなので、過去の作品のね、私の個人的な感想だったりとか、ちょっとした振り返りみたいなのをね、お話しできればなと思います。完全なね、ネタバレだったりとかっていうのは、しない想定なんですけども、完全に新しく見たいっていう方は、ここで見るのやめていただいて、ただなんとなくざっくり聞いた上で、これを見たいっていうのがあればね、聞いていただければなと思います。結構ね、個人的にどういうところが好きなのかとか、どういうところが面白いのかみたいなところをお話ししていくんで、できればね、見ていただければなと思います。ではね、まず1から見ていくかなと思います。この動画ではね、1と2についてお話をしていこうかなと思います。はい。ではまず1ですね。1は、最初ね、ワイルドスピードシリーズってもともと、ドラッグレース、要は、違法レースというか、車でレースをする04って言われるね、距離を走っていくみたいなレースをするっていうようなお話なんですね。で、そこで主人公のブライアンっていうね、超絶イケメンの人がポール・ウォーカーさん、ちょっと亡くなってしまったんですけど、ポール・ウォーカーさんがいまして、ポール・ウォーカーがちょっと、素性を隠して、ドミニクファミリー、僕が一番好きなね、ドミニク・トレットファミリーのところに行くというようなところから物語始まっていて、でそこでねカフェをやってるんですね、ドミニクのファミリーは。で、カフェに行って、そこでドミニクの妹のミアっていうね、むちゃくちゃ可愛い人に出会うんですけど、そこからね、物語が始まっていきます。でね、ドミニクファミリーはやっぱりよそ者だったりとかはあんまりね、受け入れないというか、基本的にはね、仲良くはしないはずなんですけども、見てもらうためにね、認めてもらうためにいろいろブライアンがね、レースに出たりとかしていって、最終的にはね、少しずつ近づいていくみたいな感じになってます。で、ある夜にドミニクにですね、勝負を挑むんですね、レースの勝負。ドミニクはもともとプロのドライバーなので、むちゃくちゃ速いんですけども、ブライアン勝負を挑むと。で、ギリギリ負けるんですね。で、その時に、ブライアンがドミニクにもうちょっとで勝てるところやったっていう風なセリフを言うんですよ。で、その時に、ドミニクがブライアンに言い返す言葉がむちゃくちゃ僕の中では印象的で、この映画初めて見た時が僕中学生だったんですけど、本当はね、僕が小学2、3年生の時にこの1が発表されて、で、僕は中学生ぐらいになって、まだ僕らが中学生ぐらいの頃って、11時とか12時とかぐらいに土曜日とかの金曜日とかの深夜に映画をやってるみたいなチャンネルがあったんですね。でそこで僕が見た時に衝撃を受けたんですよ。でそこからワイルドスピードにめちゃくちゃハマっていったって感じなんですけど、その時にすごく感激を受けた言葉がありまして、感激を受けた言葉、その時はね英語の字幕で見てたんで、英語で聞いてたんで、こういうことなんやみたいな風に思ったんですけど、ギリギリの差でドミニクが勝つわけで、ドミニクにブライアンがギリギリもうちょっとで勝てたみたいなことを言うんですね。その時にドミニクが1インチも1ミリも関係ねえよみたいな、1インチも1マイルもやったかな、1マイルも関係ねえよ、勝ちは勝ちだぜって言うんですね。その時の英語が、英語でなんて言ってるんやろって何回も聞き直したんですけど、ウィニングズウィニングって言ってるんですよ。ウィニングズウィニング、要は勝ちは勝ちだって言ってて、それがむちゃくちゃかっこいいなっていうか、これが真理なんだなと。どんな競技でもギリギリ勝つ、ギリギリ負けるとか、ギリギリ合格する、ギリギリ落ちるとかあると思うんですけど、結局勝ちは勝ちだっていう風に言ってるところを聞いて、すごく感銘を受けたのを覚えてます。ちょっとそんな話はね、さておきというかあんまり関係ないんですけども、でそこからねそのレースをやってることが警察にバレてむちゃくちゃ追いかけられるんですね。でドミニクの仲間たちはさっそうと逃げていくんですけど、ドミニクは結構悪なのでむちゃくちゃ警察に追いかけられてると。でそこでブライアンがドミニクを助けるみたいなことがあって、少しずつねブライアンは打ち解けていくと。で、ブライアンはねミアドミニクのね妹ともいい感じになっていくみたいな感じなんですけど、実はそのドミニクには裏稼業があって、ブライアンはそれを突き止めるみたいな立場にあったというようなところで、いろんな近づいていって、ブライアンの心が揺れつつもその裏稼業は止めないといけないみたいな感じになってしまいまして、最後裏稼業の中で、ね、問題が発生すると。で、いろいろあってブライアンは決断を迫られるんですけど、最後に04でねドミニクとブライアンで勝負をするというような感じになります。
で、最終的にはね、ブライアンはどっち側につくのかっていうようなところで、話が終わってるというような状況が1です。これね、すごくね、面白かったんですよ。なんか、今のワイルドスピードってどんどん話が飛躍していってるんですけど、最初は結構地味なというか、小さなところから始まってるにもかかわらずすごく面白くて、それぞれのタレントが面白くてっていうような状況なので、ぜひね、1は最近から見始めた人は1とか、あんまり見れないっていう人もいるかもしれないですけど、1はね、ぜひ見てほしいなと思います。で、続きまして2ですね。2ファスト、2フェリアスですね。ここで初めてね、ローマンが出てきます。でローマンとテズっていうね、今ではもうおなじみのメンバーになってるんですけど、この2人が初めてこの2で出てくるといったような状況でございまして、最初はね、ストレスレースから始まるんですけども、ブライアンはね、ドミニクを、1で逃がしてしまうんですね。逃がしてしまったことによって、その日暮らしというか、ブライアンもいろいろその日暮らしをしながら生きていくことになるという時にマイアミにたどり着きまして、で、テズとね、仲良くなるというようなところがあって、で、テズと、レースとかいろいろやって金を稼いでたんですけど、そこにね、FBI とマトリが来て、潜入捜査をしろと言いに来るわけですね。で、潜入捜査をしろって言われて、ドライバーを求めてると。要は麻薬を売買してるやつがドライバーを求めてるってことだったんで、そのドライバーとして潜入捜査しろっていう話になります。そこでね、相棒を見つけるっていうようなところになるんですけども、そこでローマンが登場すると。で、ローマンとね、ブライアンは幼馴染なので、一緒に仕事をして、走りの試験を受けてとかっていうような感じでね、いろんなことがあって、最終的には、もちろんね、映画なのでハッピーエンドなので、ブライアンとローマンが勝って、いろんな、ね、友情を確かめていくみたいな感じになってます。はい、ここでね、出てきたね、ブライアン、ローマン、テズっていうのはね、すごく今後の作品でも影響してくるようなキャラクターになっているといったような状況でございます。1、2はね、結構軽視されがちな映画だとは軽視されがちなそのパートだとは思うんですけども、ぜひね、本当にワイルドスピード楽しんでいきたい、ファスト&フュリアスシリーズ楽しんでいきたいっていう方はね、見ていただければと思います。次回はね、4と5ですね。4と5についてお話ししていきます。じゃあなんで3を飛ばすのかって言いますと、3はね、実は時系列的には6の後に来る話なので、次は一旦4、5という風な順番で、ご説明できればなと思います。じゃあね。